日蘭昔物語。出島オランダ商館の日々。日本とオランダの関係は1600年に遡ります。その年、リーフデ号というオランダ船が初めて日本に到着しました。貿易を施行する両国双方の熱意から1609年にオランダ東インド会社の船が来航し、九州北西に位置する平戸島にオランダ商館が設立されました。ここから両国間の本格的な交流が始まり、貿易は徐々に活発化していきました。しかし1616年以降、徳川幕府は海外との関係を統制するようになりました。その統制は次第に強まり、日本に定期的に来航していたポルトガル人を1639年に追放しました。その後、幕府はオランダ人に平戸の商館の取り壊しと長崎への移転を命じ、1641年にオランダ商館は長崎の前に造成された出島と呼ばれる人工島に移転したのです。今年もたくさんのオランダ船が日本に寄港した。9隻も来航したな。商売繁盛ですね。我々はヨーロッパの国々の中では日本と貿易が許される唯一の国だ。中国人を除けば競争相手はほとんどいない。儲かるのも当然だ。しかしこの人工島はまるで牢屋のようなところじゃありませんか。島の外には一歩も出られません。我慢我慢。毎年ここで貿易の利潤を得るためには致し方ないことだ。とはいえ次のオランダ船が来航するのは9ヶ月も先だね。それまでは退屈な日々が続きますね。このようにオランダ人たちは制限された環境の中で日本との貴重な貿易の機会を守り続けました。彼らの忍耐と努力により、その後も日蘭関係が長く続いていったのです。我らが祖国の船はまだかな。もうすぐ来ると思うよ。例年通りならそろそろ到着するはず。当時、日本に向かうオランダ船は毎年5月から7月の間の時期にオランダ東インド会社のアジア統括本部があったジャワ島のバタビアより出発していました。南風に乗って約 4,5 週間かけて航海し、夏に長崎に到着するのが常でした。あ、見えた。オランダの旗だ。やれやれ、やっと来たか。これからしばらく忙しくなるぞ。オランダ船の到着は出島では1年で最も重要な出来事でした。積み荷の荷下ろしから始まり、数ヶ月に及ぶ取引の始まりを告げるものでした。この箱には高価な品物が入っています。扱いには十分注意するよう運搬人に伝えてください。かしこまりました。通詞殿のオランダ語、本当に助かります。いえいえ、うちは代々通詞を務めておりまして、日々勉強しておりますが、まだまだ片言程度でございます。何をおっしゃいますか。十分ですよ。いやいや、恐れ入ります。出島には常時数十名の通詞がいました。彼らは単なる通訳ではなく、奉行所とオランダ人との間の重要な仲介役でした。言葉の橋渡しだけでなく、貿易業務やオランダ人の日常生活の世話まで幅広い役割を担っていました。さて、今年はどのような商品をお持ちになりましたか？そうですね。主にアジア各地から集めた品々です。絹製品、木綿製品、素朴、サメ革、鹿革などです。それに砂糖、薬酒、胡椒、香木も。あとは少量ですが、べっ甲やサンゴ、象牙も運んできました。おー、なるほど。オランダからの品はございますか？ええ、毛織物や時計、ガラス製品、メガネ、
書籍、薬品なども積んでいます。これらと日本の銅を交換したいと考えています。小脳もぜひ仕入れたいですね。銅をお求めなのは承知しておりますが、日本にはこの他にも素晴らしい品がありますよ。漆器や陶磁器、和紙は最高品質です。日本酒や茶、醤油、漬物なども美味しいですよ。はは、おっしゃる通りです。実は我々商務員は皆そういった日本の品々を個人的に購入してバタビアや本国に送っているんですよ。オランダ人の間でも大変な人気なんです。オランダ東インド会社として日本で獲得したい主な商品は銅なのですが、このようにオランダ船の到着とともに始まる貿易業務は約3ヶ月間続きます。そして10月の終わり頃、この時期に北風へと変わる季節風を利用してオランダ船はバタビアに向けて長崎港から出版するのでした。航海の無事を祈る。また来年。日本との貿易はバタビアのオランダ東インド会社アジア本部を統括する総督の管轄下にありました。そのため日本に向かう船はバタビアから出港することになっていました。オランダと日本を直接結ぶ直行便で来ているわけではなかったのです。バタビアからオランダへ帰還する船は年に一度12月頃に出港し、その航海には通常7ヶ月ほどかかりました。一方、オランダからバタビアへ向かう船団は毎年9月頃に出港していました。このためオランダと日本との間での手紙や商品のやり取りには最短でも2年近くの長い歳月を要しました。行ってしまいましたね。そうだな。さて、そろそろ江戸散布の準備に取り掛からねばならない。召喚長、長崎奉行がお越しになられました。わかった。応接の間にご案内するように。ようこそお越しくださいました。どうぞワインとオランダのお菓子を召し上がってください。なるほど。なかなか美味しいですな。お気に召されたようで光栄です。ところで少々込み入った質問になるが、次の船が来航するまでの長い期間、商館員たちは一体何をして時間を過ごしているのか。実は私たちはいろいろなことで暇を潰しているのですよ。そうなのか。ぜひ詳しく聞かせてほしいものだ。言葉で説明するより実際にご覧いただいた方が良いでしょう。それではご案内いたしましょう。私個人としては読書で時間を有効に使おうと思っています。またみんなでよく音楽を楽しんでいます。ここではビリヤードを楽しんでいます。天気のいい日には外で球技もやりますよ。そして薬草園の手入れや船で連れてきた珍しい動物の世話もしています。退屈になりがちな時間をこのような活動に当てて過ごしているのです。なるほど。さまざまな工夫をしているのだね。それと遊女たちとの交流も退屈さを和らげてくれます。それは言わなくていいよ。すみません。お菊さん、好きなんです。ずっと一緒にいてください。それはできません。まあ遊女に恋をする者も少なからずいるようで。出島にオランダの女性が滞在することはご法度だからね。致し方ないだろう。ところで江戸散布ですが、出発はいつがよろしいでしょうか。次の吉日が良いだろう。かしこまりました。これより将軍様への贈り物の準備を進めさせていただきます。毎年の冬、貿易船の出港後、新任の商館長は翌年の貿易許可を得るために数名の商館員とともに江戸散布の旅に出ます。将軍に拝謁するこの重要な使命は
日蘭関係の要となる行事でした。オランダカピタン。はは。旅程は往路復路それぞれ1ヶ月、江戸滞在も1ヶ月を要し、総じて3ヶ月に及ぶ長旅でした。この旅で最も重要視されたのが将軍や幕府高官への贈り物でした。今年の贈り物は特に豪華ですね。この織物なんて本当に美しい。ああ、シャンデリアも見事だ。将軍様はきっとお喜びになるだろう。そうだな。望遠鏡やメガネなど珍しい品も用意した。薬や砂糖も喜ばれるはずだ。オランダ側からの贈り物に対して将軍や幕府高官からは返礼品として小袖などがオランダ人に贈呈されました。これらの品々はオランダに持ち帰られ公開市場で競売されました。このヤポンセロック、本当に暖かいわね。オランダの気候にぴったりよ。そうだね。来年も日本から珍しい商品が運ばれてくるといいな。こうして200年以上、出島のオランダ商館員と日本人との交流は続きました。しかし、時代の変化とともに、その関係にも変化が訪れました。18世紀後半、西洋の科学技術の発展に伴い、日本の知識人たちは出島を通じて西洋の知識を求めるようになりました。召喚長殿、オランダの解剖学について教えていただけませんか。申し訳ありません。私は解剖学の専門家ではないのです。そうですか。ではオランダの医学書を見せていただけますか。はい、それならいくつか持っています。一緒に見てみましょう。しかし、この特別な関係も永遠には続きませんでした。19世紀、産業革命とともに世界貿易を拡大しようとする西洋諸国の圧力が日本に及びます。これを受けて、オランダ国王ウィレム2世が日本に開国を勧告する国書を将軍徳川家慶宛てに送りました。オランダ国王からの開国勧告の国書、どう対応すべきか。拒否するべきです。しかし他国の圧力も無視できません。1853年、アメリカのペリー提督が来航し、日本は開国を迫られます。翌年、日本は開国に踏み切りました。しかし、250年に及ぶ特別な関係のおかげで、その後も日蘭交流は続きました。この船の設計図をご覧ください。これが最新の造船技術です。素晴らしい。これをもとに日本の造船技術も発展させていきたいです。1855年に設立された長崎海軍練習所では、オランダ人が日本人に造船技術を伝授。1861年にはオランダ人医師ポンペによって日本初の西洋式病院が長崎に設立されました。西洋医学の基礎をしっかりと学んでください。これからの日本の医療を支えるのは皆さんです。はい、全力で学ばせていただきます。1863年、オランダ総領事館が出島から横浜に移転。これにより、出島はオランダ人の日本における拠点としての役割を終えました。以後、両国の絆は新たな形で続いていったのです。